はい、どうもございます。今回は順位戦 B1 の、深浦浩一王一対久保利明棋王の一戦を並べていきます。これは平成21年の将棋ですね。はい。では、後手の久保先生の本を持って並べます。2六歩と。はい。4四歩と角道を止めましたね。角道を開けたままで指す振り飛車も多いんですけど、今回は止めてと。で、3三角ですね。まあ、居飛車党の人なら3三銀と上がって矢倉を目指す手もありますけど、まあ、久保先生は、ずっと振り飛車党で、やっておられる先生なんで、3三角から振り飛車ですね。で、9四歩と、はい、居飛車穴熊を牽制した端歩ですね、これは。はい、どんどんついていきまして、はい、4三銀と、一見藤井システムのような出だしですけども、ここで3二飛車と回りましたね。はい、これで三間飛車ということで、まあ藤井システムなら4二飛車で四間飛車ですけど、3二飛車なんで、これは、久保先生の工夫の一手ですね。作戦というか、はい、ここで8八玉と寄りましたね。一見6八角で、2四歩が嫌なようですけど、この場合どうするんでしょうね。考えられるのは6二玉ですかね。2二飛車じゃちょっと弱気すぎる感じなので、6二玉と上がって、これで2四歩同歩同角はある筋ですけど、2二飛車と回って3三角成で飛車取って、4三まで、この展開をどう見るかですね、形勢。はい。これはそうですね、どっち、一回金上がりたいですかね。金上がるか、これを取ってしまう手もありますか。金上がらずに、これで2一馬なら、2九竜で馬と金の両取りになるんで、はい、このような展開で、後手もやれるという感じなんですかね。飛車取って、銀は取られますけどもね、竜作れるのも大きいので、6八角とは引かずに8八角の進行でしたね。6八角だと本当に、激しくなる可能性もありましたが、はい、寄って、この陣形ですね、居玉で。で、7四歩と、はい、もう、本格的に攻めを狙っていますね。5七銀に、ここで6四歩と1回突きましたね。すぐに7三桂と跳ねる手も考えられるところですけどね、次に桂を飛んでいくと、はい、1回6四歩と、この手は必要であるという感じですかね。で、6六銀に、ここで7三桂と跳ねましたか。で、8六角と、はい、これはなんか6四の歩を咎めにいった感じですかね。で、6五歩。で、5五銀とね、どんどん出ていって、で、6二金と、5三角成を受けましたと。先手の構想としては、そうですね、こっちの、桂頭とかを狙っていく感じになるんですかね。もう、穴熊には囲いづらいですね。香車とか上がっても、4五と突かれて、9九玉に5四歩で、銀が取られてしまう格好ですからね、角のラインで。なのでもう、のっぴきならない戦いになる可能性が高いですね。はい。本譜6二金に9八玉と寄りましたね。はい、これは米長玉の陣形で、角のラインを避けようということですね。本譜4二角と、こうやって、これで飛車をこっちから使ったり、5四歩で角交換の筋を狙ったりという感じでしょうか。で、6四銀。で、7二銀と。7二銀はそうですね、7筋を強化したんですかね。6筋もですけど。どっかで7五歩から桂頭攻めの時に、7筋に利かしておいた方がいいと。本譜7五歩。同銀で、
5四歩とついて角を使っていきますね。まあ先手は角筋は、そらしたというか角筋からは避けましたけど、端攻めの、ちょうど端に玉が来ているんでね、危ない格好ではありますよね。で5四歩に7八飛車とね、凄まじい、こちらも三間飛車と、で7七歩と打ちましたね。これはもう歩切れになってしまうんで一気に攻めかかろうというところですか。で端飛車をついて同香ときましたね。はい。で8八玉と取りましたね。まあ9七歩だと同香成ですかね。同香成で、まあ桂馬以外で取るとまあなんか8五桂で、飛車と両取りになってくるんで、まあ桂馬で取っても9六歩で、まあこれは確かに厳しそうな攻めですね。本譜は9七歩と打たずに8八玉と寄りまして、でまあ香車取って同玉で8五香と、まあ、角取りに打ちましたね。まあ本譜6四香と打ったんですけど、まあ角を逃げてると7六歩でしょうね、これは。でまあ同飛車に8七香成で急所に成香が作れるんで、本譜は6四香と反撃に行きましたね。で角を取って金取って、で8六銀と、はい。まあこの辺形勢どうでしょうかね。まあ後手の振り飛車の方が非常に勢いよく攻めているという感じですけども、はい。まあ一応金は剥がせたんでね、後手玉も怖い格好にはなってきましたね。で8四香とね攻めかかっていきます。さらにまあ7四歩と打って8五桂で、まあこの桂まで使えたら気持ちいいですね。まあ後手がペースですかね、この辺は。7六飛車で4五歩とこうつくんですね。なるほど、これは味わい深い一手ですね。まあ3三角の王手の筋を作るのと、まあ何かの時に玉をこう逃げるルートもありますね。まあ一石二鳥の一手ですね、攻めと受けと。はい、4五歩で8八玉と這い出ていきましたね。で9四角と打ちましたか。これは見えづらい手ですが、まあ、次に9七桂成で飛車を取ろうということですね、王手飛車で。で7八香と紐をつけましたね。ここで3三角厳しそうですね、これ。で6六歩と止めました。で7七歩と、非常にリズミカルな攻めですね。で歩を成ったんですね。これは同香とかでもやっぱり同桂成で、この角のラインがずっと効いてくるんでね、非常にきついところで、まあ同桂だと9七になる手もありますね。こうなって飛車を取ると、まあ、7七歩に7三歩成と先に捨てまして、同銀に5三金と、はい。で同玉に飛車を成っていきましたね。で4二玉とね、こちらに逃げ回って、まあ飛車は働いてないですけどね、まあ飛車がなくても他に十分攻め駒があるんで、まあそこまで気にならないところですね。5八金右と、で6六歩と、まあ香を取らずに味わい深いですね。6六歩とね、で2四歩と、はい、これは手抜いていきましたね。7八歩成、同銀6七歩成、はい。で7七歩に銀を取って同玉と、まあ同金もあるとこですけどね。これだとさらに攻めるのか、一回はまあ手を戻すんですかね。まあ本譜同玉で2四角だったですけども、まあ同金でも2四角でしたかね、ここは。
本譜9五歩と角を取りに行きまして、7七桂成とさばいていって、同銀で7九金とねしましたか。で取ってもう作って、まあこれが6七金から詰めろになっていますね。はい、なので6七銀と受けまして香になっていきました。先手はちょっとサンドバッグ状態というところですね。はい、6七馬で7六銀と立って、まあ上部をちょっと手厚くというか、まあ先手を取ってと、まあ上に逃げ出したいとこですが、8四香とね上から押さえていきます。8五歩同香8六歩に9八銀と捨て駒でいきましたね。はい、これはまあ、同玉と通ると7九角成で、ちょっと、寄ってしまう格好なんで、まあ上に上がってと、でもう、馬を捨てていって、一回5三金と王手しましたね。で3一玉に7六竜と取ったと。ここでまあ金銀銀と持ち駒あってどう寄せるかということですが、まあ飛車がね2段目に効いているのも心強いところですね。相手に逃げ玉されづらいですから、7六竜に8七銀打ちとまあ自然に飛車を取っていって、まあ、竜を取っていって、7九角成とまあ自然な攻めですね。まあこれは次に、8八飛車から8六飛車成で、詰めろになっていますね。で、4三金と携帯を預けましたが、まあ8八飛車で、ここで投了となりまして、久保棋王の勝利となりましたね。はい、まあここからはまあ上に上がっても飛車を成って上がって、まあどういう筋でしょうか。何が分かりやすいかですね。まあ6四歩から王手していっても詰みそうですし、まあそういう手順がやっぱりいいでしょうかね。まあ、5六竜のような捨てる筋ではちょっと危なっかしいですし、まあ本当に詰むかどうかもわからないんで、まあ6四歩から、あとはまあ飛車の2段目の利きがあるんで、まあ玉が4四に来た時も3五馬という追い方ができますからね。まああとは王手していけば詰みという格好ですね。まあ本譜は、8八飛車の局面で投了となりましたね。はい。まあ三間飛車で藤井システムのように指すというね、久保先生ならではの構想で、見事にね攻め切った将棋でしたね。まあそうですね、先手としてはちょっと、強く反発していったんですが、うまく返されて、端もね端玉に寄った手も、うまくとどめられてという、なんか踏んだり蹴ったりみたいな将棋だったんですけどね。はい。まあ三間飛車でこういう風にね藤井システムみたいに指すっていうのもまあ面白い構想かもしれませんね。はい。というわけでどうもありがとうございました。